我が軍の兵力にパイレンさんと行動を共にしていた兵隊さんたちを加えて、ようやく形を整えられたという軍用ですね。ですが石膏さんの話によると、炎術さんの兵力はかなりの規模だそうです。その中には正体不明の部隊もいるようで。正体不明って？その部隊だけ兵の練度が段違いに高いんだそうです。だけど誰が率いているかはわからない。謎の部隊か。嫌な予感がするな。練度が違うということは、それだけ優秀な将が率いているということか。しかし炎術のところにそれほど優秀な人材がいただろうか。もしかすると客商という扱いで炎術さんに保護されている孫作さんが出てきたのかも。どうかしたの、ご主人様。お兄ちゃんの言う通りなのだ。今は炎術をぶっ飛ばす方法を考えるのだ。我が方よりも多い敵の軍勢をどうやって撃退するか。やはり策が必要か。そうだな。ひなり、敵との快適予想地点はどのあたりになる？ここより東方、東海地方極陽あたりになるかと。極陽って聴覚さんが死んだって場所だっけ？でもあそこってすごく東じゃない？なんでまたそんなところから来たんだろう。私たちが本拠を置く北条、極陽はその裏口ですから、奇襲するためにそこから来たというのならば納得いくのですが。それにしても遠すぎるのだ。何かあると見て間違いはないだろうな。何かしら策があるんだと思います。用心しておいた方がいいかと。了解です。素早く情報を手に入れて、素早く敵と対峙して、素早く敵を撃退しちゃおう。相変わらず10日お姉ちゃんは能天気なのだ。じゃ、方針も決まったことだし、極陽に向けて出発進行。来る。呂布殿、何が来るのですか？敵が来る。何ですか？陳旧準備。はいなのです。お腹減った。炎術様、呂布さんちの陳旧ちゃんがもうすぐ敵が来るとか言ってきましたけど。敵が来る？じゃが来るにはまだ早かろ？常識的に考えて。常識的に考えてそうなんですよね。ではまだ劉備たちが来ておらんということでよいのじゃな。
そうですね。まったく劉備さんってばアホアホですね。まったくじゃな。領土が奪われているのも知らずのうのうとしておるのだと領主失格魔のじゃ。そんな失格さんから人民を守るのは正義ですよね。わらわが正義なのじゃ。じゃあもうちょっとのんびりしてましょうか。そうじゃな。ではななのよ、わらわに蜂蜜水を持ってくるのじゃ。はいはーい。非常識極まりないですね。何を考えているのだか。愛者、よく考えてみるのだ。何をだ。炎術は炎章のいとこなのだ。それだけで全部納得できるのだ。あ確かにそうだな。炎章さんのいとこならわかるかな。でも確かに連合の時の炎章さんと炎術さんって行動や言動の根底にあるものってよく似てましたよね。これは好機ですね。このまま敵陣を吸収すれば数の不利を覆すことができるかと。私はひなりの意見に賛成です。初手に痛恨の一撃を与えれば以降の展開が有利になるかと。私も同意見だ。リンリンも異議なーし。みんな賛成なんだ。じゃあひなりちゃんの意見を採用。先陣はリンリンなのだ。やったー、リンリンが先陣。いくら奇襲とはいえ先陣には危険がつきまとう。油断するなよリンリン。分かってるのだ。適材適所だと思いますし、良い采配かと。それぐらいご主人様が成長したってことだね。お、方針は決まったのか？ああ、みんな私の事情を理解してくれて、本郷たちの傘下に入ることを了解してくれたよ。これで正式に本郷たちの仲間になれたって感じかな。これからもよろしくな。私が中軍の指揮？それは構わないけど、本当に私で良いのか？主の言う通り、先陣はリンリンとし、それを私と愛者が左右より付翼する。そして中軍には戦術を担当するひなりと、その指示を迅速に通達できる八景殿を配置する。完璧ではないですか。えらく期待されてるんだな、私。
そりゃそうだよ。だってパイレンちゃんは大使まで上り詰めた秀才さんだもん。期待に応えられるように頑張るよ。了解。で、敵は？気づいてないって。何考えてるんだ、演術のやつは。それは我らも思ったが、リンリンの一言で全ての謎が解けた。一言？演術は炎章のいとこなのだ。ああ、なるほど、納得。それはともかく、ご主人様、そろそろ動かなければ敵に気取られます。ああ、ミウ様、もっと落ち着いて食べてくださいよ。ほら、こぼれちゃってるし。わらわはお腹が減ってるのじゃ。それよりナナも蜂蜜水を持ってくるのじゃ。ダメです。あんまり飲みすぎると虫歯になっちゃうんですからね。なら水が欲しいのじゃ。はいはい。はい、どうぞ。うまかったのじゃ。お腹いっぱいになりました？なった。わらわは満足じゃ。よかったです。少し休憩したらお昼寝しましょうね。なんじゃ。わらわは今からお昼寝するのじゃ。騒がしくしたらただでは済まんぞ。石膏を出すの忘れてたりして。忘れてたで済むか。今はとにかくね、迎撃準備をしないと。ねえ、演術様、叱るのは後でもできるし。ならばナナのしっかり迎撃せい。負けたら承知しないのじゃ。はーい、じゃあみんな迎撃するよ。さっさと準備しなさい。